はい、YouTuber の皆さんこんばんは。前回、千代田湖にキャンプに行った時のクックセットをちょっとご紹介しようかと思って、ビデオを撮っております。まず水筒ね。これは普通の安い、水筒です。これはいいですね。でこれがクックキットとなります。五徳が2つ、クッカー本体ですね。これは前にもご紹介したんですけど、ちっちゃいスキレットが1つと、容量がこれ1.2リッターぐらいかな。でも実際そこまで入らないです。1リッターぐらいのステンレスのクッカーです。1500円ぐらいのクッカーですね。で、この蓋は、ベルモントのチタンリットのやつですね。ここだけ曲げてちょうどここに、合うようにちょっとだけ周り削りました。でなんで今回もこれを持ってったか、大好きなキャンティーンでなくてこれを持ってったかっていうとですね、皆さんこれよくお使いの人もいるかもしれないんですけど、 IKEA のカトラリー立てですね。これをちょっと改造したらですね、気持ちいいぐらいにジャストフィットなんですよ。であまりにも気持ちいいからこれ使おうと思って千代田湖持ってったんですけど、その時の映像がこちらです。はい、ちょっとだけ、フィールドテストした結果少し、改造を加えました。まず底部分、ここね蓋がしてあって、ここにはマッチとライト、これね灰受けにしようかと思って、灰受け、これ100均のなんか、ステンレスの丸いタッパーみたいなやつ、これが蓋でついてたんですけど、ちょん切って、これを下に引いてこうすれば灰受けになるかなと思っております。で、これも100均のステンレスの串ですけど、これを適当にぶっ込んで、見えてるのかな、こうなるということですね。でここから薪も入れられますし、もちろん高さも、調整が可能です。焚き火する時は一番上かなと思ってます。2段目ぐらいにこうやって入れてですね、アルコールストーブなんかももちろん使えます。こうですね。なんかね、既製品じゃないかっていうぐらい気持ち悪いぐらいぴったりで、アルコールストーブに関してはねもう言うことなしでした。IKEA のこの箸立てのですね上部分これぐらいカットしてですね、これを下に持ってきました。でこのままだともちろんこれとこれ径が一緒ですので入らないので、見えますかね、切り欠き入れて
でそしたら少し広がりますんで、これ6箇所12345 6箇所入れて、ちょっと入れて、でどうやって止めようかだいぶ悩んだんですけど、うちにある溶接機で、一応溶接してみましたけど、薄番すぎてですね、アーク溶接だとすぐ穴開いちゃうんですよ。成功したのここぐらいかな。あとはねバチバチってやったらもう穴が開いちゃいました。でも一応溶接はできてますんで、これでいいかなと思います。で下からエア吸いやすいようにこういう風に、穴を何箇所か開けました。こうすればですね、ちなみにこの下穴も多めに、しかも大きめなやつを開けましたね。標準サイズは多分この穴のサイズだと思います。こっちの方がねちょっと底穴の方がちょっと大きいんですよね。10パイの穴が開いてます。で開けられるだけとりあえず開けました。こうするとですね、安定性いいですし、例えばもちろん下にアルミとか引いてですね、灰受け必ず用意するんですけど、今回新しいの作ったんで、これは灰受け下に入れて、火を燃すということにしました。こうしてもですね、横からエアどんどん吸ってきますんで、燃えはすごくいいですね。で千代田湖持ってった時はこの下穴のこの周り、ここですね、この段穴開いてなかったんですけど、やっぱりね燃えが悪いので、ここにも穴10パイの穴バーってこう開けました。ほぼほぼ完全燃焼ですね。ほとんど灰しか残っておりません。千代田湖の時よりはだいぶ燃焼効率が上がったように思います。また今度はこれを持ってね、フィールドテストいきたいと思います。